指令、鉄道郵便車のことを調査せよ。第2回。車内で押さえた日付印。お湯10型などの古い郵便車では、車体側面にポストがついていたそうで、私は原車で残念ながら見たことはなかったのですが、確かに古い図面などを見ると、区分台がある中央付近にポストが設置されていました。携帯電話など使えなかった時代にあって、最も手軽な通信手段が手紙だった頃の名残でしょうか。実は郵便車に設けられた郵便ポストに投函された郵便物は、そのまま郵便車の区分台で掌印が押されて、そのまま宛所に配達されることになっていました。当時はこうした郵便車内での掌印を押してもらうために、わざわざ郵便車へ投函する優秀家もいたようです。右のイラストは郵便車車内で掌印されたものをイメージして作成したものです。例えば、上り第2便であれば、上にといった列車の便名が表示されていたようです。郵便車の中ですので、当然すべて手作業であり、この掌印も、くし形印と呼ばれる手押し用の掌印で、郵便物を並べて順番に押していくのですが、熟練した職員ですと流れるような手つきで正確に掌印していたのが印象的でした。ただ、揺れる郵便車でどれほど掌印する需要があったのかは想像つきませんけどね。長距離普通列車は郵便と荷物輸送のため、そうして郵便車に差し出された郵便物は郵便車の車内で掌印されて行き先別の区分台に投入されます。そこで区分された郵便は再び所定の集配局ごとに優待に詰められて、最寄りの鉄道郵便局、もしくは分室が設置された駅で降ろされていきました。こうして積み下ろしに10分なり15分程度かかるため、東京から九州間などでは荷物専用列車を設定し、それ以外の地域では普通列車に連結して運ばれる。そんな時代でした。当然普通列車は乗客のためという側面よりも荷物輸送がメインですから、停車駅で50分待ちなんてことは当たり前でした。今では考えられないほど時間はゆっくりと流れていたのかもしれません。右は1967年10月の山陰本線普通列車の時刻を抜粋したものです。これを見ていただきますと、福知山で13分停車、ね、あと豊岡でも12分停車、鳥取でも16分停車、ね、上井というのは今の倉吉ですね。で、18分停車、米子でも21分停車とかね、この835列車っていう列車ですね。京都5時に、朝の5時に出発してね、増田には終着の増田は22時46分というね、ほぼほぼ1日使って走るというね、そういうとんでもない列車があったりしました。他にも浜田行きの列車とかね、そういうのもあったりして、非常にね、見てみると大変なね、時間をかけて走ってるなっていうのはよく分かっていただけるかなと思います。で次に、護送便と締め切り便の話ということをね、お話しさせていただこうと思います。この辺はね、一般の方はね、あまりご存知ない方が多いのでね、こんなんもあったんだなぐらいの程度で聞いていただければいいんですけれども、護送便と締め切り便というのがね、郵便の鉄道郵便輸送ではありました。郵便車の中で区分けを行うね、取扱便っていうんですけども、それをさせていただきましたけども、郵便局で仕分けをしてですね、途中で作業を行わない、そういうね、郵便輸送もありました。これは締め切り便っていうね、言い方をしてまして、読んで字のごとくで、主要駅でね、搭載したものは、パレットごとに降車駅が指定されており、その完全締め切りで扱われるものですということで、古くはお湯12とかね、水湯13、お湯10の電気暖房版ですね。その後は水湯15とかね、そういうのがありました。締め切り郵便車の外観はですね、国鉄の手荷物車とよく似ていて、郵便マークがなければですね、本当見分けがつかない、ね、そういう車両でした。一般の郵便車やね、小荷物の多くは、締め切り便だったようですね。はい。鍵の貨車に近い郵便車。鍵の貨車に近い郵便車、水44。スニ40と外観は同じ。で、護送便のね、専用車というか、ね、番組が使えたように思いますけれども、こちらパレット専用なのでね、積み下ろしはさらに楽だったんじゃないかなと思います。
他にも派生形式として脇8000なんていうのがありましたけども、外観は全く一緒です。はい。で、普通郵便などはですね、こうした締め切り便で運ばれて、速達などは取扱便、ね、それ以外に書き留め等は護送便なんていうこともありました。職員が乗務しますけども、社内ではね、作業をしない。ね、そういう方法で運ばれているようです。そこで護送便でね、書き留めっていうことについて少しだけね、お話をさせていただこうと思います。ちょっと郵便車の話から離れてね、書き留め郵便の話をさせていただこうと思います。書き留めといえばですね、最重要な郵便物としてね、今も定義づけられているもので、私がね、郵便局に入った頃は、窓口でね、書き留めを受け付けると、ナンバーリングっていうね、で管理していました。その後ですね、ナンバーリングに変えてバーコードがね、郵便物に貼り付けるようになりまして、引き受けから配達までをね、完全に管理する、そういう体制が取られるようになりました。で、集配の時間になると、書き留めの本数を数えてね、赤優体、オツと呼ばれている、だったかな、に小さな袋に入れてですね、封刊紙と呼ばれる紙を挟んで封をして、ね、受注簿に記載、で、ポストをね、開けに来る集配の人に手渡すというね、ことをしたものでした。で、また配達の際はですね、逆に配達書をね、集配の中で作って、書き留めに貼り付けていくわけですね。で、それを集配に郵便物をこう移してですね、集配の配達員は、その配達書にね、お客様からサインをもらうわけです。その配達書を紛失したりするとね、もう大変なことになるので、大変にね、気を使うわけですね。大量になる場合は。だから全部持ち出さずに分けてね、持ち出すとかして、紛失防止にね、気を配ったものでした。私もですね、実は最後ね、集配の仕事をね、していたことがありまして、時々何度もですね、書き留めの段数とですね、配達書の数をですね、数えてね、間違ってないよな、落としてないよな、みたいなね、そんなもう、いたずらにこう、神経をすり減らしたというかね、そういう経験もありました。郵便輸送の最後ということでね、お話をさせていただこうと思います。郵便局における鉄道輸送は、昭和59年2月の国鉄におけるヤード系輸送廃止と気を合わせる形で第一陣が行われ、車内で区分する取扱便が廃止されました。東海道本線など大量直行輸送に必要な旧幹線とローカル12線だけに削減されました。なお、この時に残ったのは護送便といわれる便だけで、車内で区分作業等を行う方式はすべて廃止されました。その後も廃止が相次ぎ、昭和61年9月30日まで残った最後の便は、札幌から函館、函館から青森、青森から東京、で、東京から門司、鹿児島の4郵便路線2631キロだけであったそうです。1日の走行キロは8152キロ。使用郵便車も66両だけと大きく衰退してしまいました。本来であれば、低廉であるべき鉄道運賃がトラック輸送の2倍の1キロあたり597円にもなったことも大きな原因と言われています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は鉄道郵便のお話第2回目でした。機会がありましたら、鉄道郵便車の歴史なども改めて語らせていただきます。